もう暗くなってきた。タッ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 走ってパタンって金の音がする。またあの音だ。どうしてゆうびとです。私の知り合いで2人の娘さんを育てているシングルマザーさんがいまして、この方とっても頑張り屋さんでね、明るい方なんですが、先日お会いした時に珍しく浮かない顔してたんですよね。何かあったんですかとお伺いしたら、最近うちの長女が元気ないんですよって言うんですよ。さらにお聞きすると、ちょっと奇妙なことがありましてと話し始めてくれました。夕闇。その日もお母さんは車で学校に娘たちを迎えに行ったそうです。周りには広い田んぼがありまして、すごいのどかなんですが、その速度を車ゆっくりって走らせていたそうなんですよね。だいたい20キロとか30キロとか、法令速度ですよね。でゆっくり走らせていると、やがて遠くの方に小さな山が見えまして、そこに古い電柱が立っていて、その横に中年の男性が下を向いてぼーっと立っていたそうなんですよ。明らかに動かない。でその男性はずっとうつむいたまま何かをずっと見てたそうなんですよね。でもその肝心の下の部分が草に覆われててわからない。お母さんはそのまま気になりながらも徐行運転して、なんだろうあの人と思いながら走ってたそうなんですけど、やがて視界が開けて下が見えなかった部分が少しずつ見えてきたそうなんですよね。すると下にはだから自転車がある。その自転車は明らかにぐにゃって曲がってたそうなんですよ。でお母さん、これ事故でもあったのかなと思ったそうですよ。やはり気になりますし心配なので、側道の小さな道に車バッバッと止めて、大丈夫かしらと思いながらバタン車降りたそうなんですよね。それ寒い。もう冬になりかける11月の頃、もう山の空気は冷たいですからね、もう凍てつくような寒さだったそうですよ。うわこれなんだ、もう寒い寒いって、今日特に寒いなと思いながら、あの人何なんだろう、早く行ってちょっと確かめなきゃと思って、タッ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 と走ってたそうなんですよ。こんな中あんな薄着で絶対風邪ひくと思って、いろんな意味でちょっと心配なんでね、お母さん慌ててって見に行ったそうですよ。で早足でその男性が立っているその場所に向かうと、姿が見えない。ですでにその場所からいなくなってたみたいなんですよね。で事故に遭ったであろうその自転車はその場所にあったんですけれども、先ほど見た通り自転車はもちろんひん曲がってました。胴体がぐにゃってひん曲がってる状態で、車輪なんかもぐにゃっと曲がってますよ。でハンドルもぐにゃっと曲がって、相当ひどいダメージを受けた自転車だったんですけれども、錆びてボロボロだったそうですよ。でツタとか車輪に絡まって葉っぱにちょっとうずくもってた状態で、明らかに時間が経っている。もう数年もしくはうん十年もっと経ってるかもしれない。だいぶ時間が経過したような状態だったそうですよね。でお母さんはその時、そっか、あの人誰か知ってる人か、もしくは身内がここで亡くなられたか事故を起こしたかでお前に生きてるのかな、そんな風に思ったそうですけど、よかったわ、何事もなくて。そんな風に思ってた瞬間、鐘の音がする。そのベルの音は自転車から出てたそうです。自転車のベルはよくジリリリリンジリリリンっていう何回もなる断続的な音、それとこの単発的なチーンって音、大体この2種類ですよね。でもそのチーンって音はどこかお経で鳴らすおりんと呼ばれる鐘の音に似てる。その瞬間お母さん、やばいこれ帰ろう、もう暗くなってきたし早く行かなきゃと、娘たちが待ってると思ってタッ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 走ってパタンって娘たちを迎えに行ったそうですよ。でまず次女を迎えに行って、乗せてバタン、ごめんねって言って、遅くなったらごめんごめんで、次に長女いるところに向かったそうなんですよね。そんなに離れてない。で長女は中学校に通ってるそうなので、そうだと思って、もう遅れてるから待ちぼけてるなと思ってバーッと止めてくってっつってメール打って、ごめんねもうすぐ着くからね、ごめんねっつってピッて送って、でちょっと既読編集も待たずにって待って行ったそうなんですよ。近いですからね。で校門の前で待っててって言ったので、待ってるだろうと、そのままダーって行ったそうなんですよ。車が校門の前に差し掛かってきた時に、でお母さん車運転しながら次女にメール来たよって言ったそうなんですよね。で次女、いや別にメールなんか来てないよ、今着信音来てたじゃん、めっちゃ鳴り響いてたじゃんって言ったそうなんですよね。お母さん疲れてんじゃないのって、
そう言われたそうなんですよね。さっきも音聞こえたしな、なんか嫌だなってちょっと思ったそうですよ、その後ね。まあでもそうかもなと。最近ちょっとすごい疲れてまして、仕事に、子育てにね、もう身を削るような思いで毎日頑張ってましたから、お母さん。現状の一つや二つ聞こえてもおかしくないだろうなと、ちょっとクスッと笑ったそうですけどもね。やがて車が校門の前に差し掛かって、長女が見えてきたんですよね。ぼーっと立ってるんですけども、うつむいてる。こうやって。で、何か一点見つめてるんですよ。で、お母さん、車止めて、ブタンって言って、いやーごめんね、寒かったでしょ。ごめんね、遅れて。入んな、早くあったかくして。はいはいって。コートかぶして。で、車に乗せて、ブワーッと走ったそうですよ。で、帰路に着く途中、やがて、パタパタ、パタ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 、ブラーッボンネットを叩く雨が、大降りに変わって、大雨が降ってきたそうなんですよね。うわー、まずいな、これ。傘ないでしょ。ない。いや、家の近くまでつけるから、とりあえず降りようね、つって、パタン。で、早く降りよう。置いていって先って言って、バーって、手傘にしてバーって、娘たち先行ったんだね。で、お母さん、車庫に入れて、いやー、参ったな、ちょっと濡れるしかないやと思って、バタンって、バターって、マンションに入ってったそうなんですよ。で、みんなバスタオルで頭こう拭いたりなんかしてね。で、お母さんもカシャカシャする。拭いて、いやー、大変だったね。いや、ごめんね、遅れて、つって。で、娘は、もう、とかなんか言ってるんですけど、長女はね、元気ないんですよ。ぼーっとしてね。で、その夜、お母さん、ってうなされて起きたそうなんですよ。すると、またあの音だ。あのおりんの音が聞こえてきたそうですよ。でその音が数回鳴ると、今度は、あれ、お経の声が聞こえてきた。お経の声がどんどん近づいてくるんですよ。参ったなこれやと思って、うわーこれ相当疲れてるな私はと思ったんだけども、ピタッと急にお経が止まった。体が動かない。なんだこれ、悲しみですよ。目を凝らしてみると、タンスの横に黒い影がだんだん形を帯びてきて、やがてその男性になったそうですよ。今度は下をうつむいてるわけじゃない。私のことをじっと見て、どうしていや、私じゃないんだ。あなたも死んでるし、私じゃないのよ。なんで私なの？なんでここに来るのよ。どうしてって言ったのはこっちの方よ。なんでここに来るの？やめてよって言ったら、なんだあんたかよ。長女が、ぼーっと立って、お母さんの肩叩いたそうですよ。長女の話を聞くと、実はあそこの田んぼ、私も何回か通りかかったことがあって、お母さんと同じ体験してるんだよ。今日迎えに来てくれたじゃん。あの時も、近くに中年の男性いたんだよ。ですぐそばにいたんで、動けなくなってて、ついに家まで来ちゃったんだねって。そう言うんですよ。その長女は、なんかどうやら少しそういう見える力があるようで、それは知ってたんですけども、お母さんも。お母さんね、長女に、だからあんた最近元気なかったんだ。お母さんも気づいてたそうなんですよね。後日、やはり気になりますから、あの場所で何があったのか、調べてみたそうなんですよ。すると、あそこの場所で、小さな娘さんとお父さんが、自転車を2人乗りしていて、後ろから来たトラックにはねられて亡くなられたそうなんですよ。お父さんは娘さんが亡くなられたことも気づかずにそのままいるんですかね。そして自分が亡くなったことも気づかずに、なんとも悲しいお話でした。はい、っていうお話でした。もうね、私もそういう音って実は聞いたことがありまして、あれって仏教なんでしょうけれども、目覚ましなんですよね。で、何に気づかせるのかっていうのはいろいろあるみたいなんですけども、一般的にはこの現世がまやかしだっていうことからの目覚ましで、ブッダにつながるっていう、そういう教えらしいですけれども、とりあえず目覚めろと、気づけってやっぱ合図ですよね。人が亡くなるとこの音を聞かざるを得なくなるんですけども、私は毎日このおりんを鳴らしています。なぜかというと、ご先祖様のね仏壇があるので、毎日水替える時にですね、今日も頑張ってるよとか今日もやってるよとかね、チンチンって言って、寝てるところを起こすんですけど、私の場合はおふくろとかうちの親父とかね、ご先祖さんを寝てる、ごめん起きてっていう感じで鳴らしてるっていう、ね、そういう感じで鳴らしてます。皆さんの怖い話、ぜひお気軽に教えてください。
私に喋らせてください。ぜひよろしくお願いします。そしてぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。夕闇。